時刻は午前0時を回りました。皆さんこんばんは。日本語 V ティーチャーのわさびです。オールナイトニッポン語は日本語の面白いところ、変なところ、便利なところなどを日本語の先生である私、わさびと皆さんとで一緒に話したり考えたりしていこうという日本語ラジオ、日本語のポッドキャストです。だんだん涼しくなってきましたね。皆さんの国はいかがですか？秋といえば食欲の秋、芸術の秋、読書の秋、スポーツの秋などなど、何をするにも最高の季節です。皆さんはどんなことをして過ごしたいですか？私はもちろん日本語の秋、検証の秋です。というわけで、今月はちょっと真面目に日本語について考えてみましょう。日本語 V ティーチャーわさびのオールナイトニッポン語。今月のテーマは言葉本来の意味と実際の会話でのニュアンスです。日本語で書くとなんかちょっと大学の講義みたいなテーマだね。皆さんは辞書にはこう書いてあるけどなんか違うぞって思ったこととか、そんなこと辞書には書いてなかったぞって思ったことありませんか？例えば翻訳機を使った時とかに全然見たことない表現が表示されたりして、こんな言い方もあるんだって経験をした人もいると思います。そこで今月はI know, I don't know を日本語にするとどうなりますか？という検証を行いました。協力してくださった皆さん、本当にありがとうございました。まず最初に言いますね。これは本当にやらせじゃないです。もうそれくらいみんなが疑っちゃうぐらい完璧な回答が送られてきたので、もう私めちゃくちゃ嬉しかった。しかもね、初級の人から上級の人までいろいろな人が送ってくれて、もうほんと感謝感謝です。ありがとうございました。では早速最初の回答を読んでいきます。I know, I don't know をどう訳しますか？テラーホークさんは知ります、知りませんと書いてくれました。辞書の通りですね。素晴らしい。言葉本来の意味です。I eat これを日本語にすると普通食べますって言うからね。わかりますわかります。では次の回答。この二人は同じですね。知っています、知りませんと書いてくれました。そうです。その通り。I know, I don't know を普通に訳すと知っています、知りません。こうなります。これが一番一般的な表現です。変ですよね。どうして I know はますじゃなくてでいますなんですか？これを聞いている上級者の皆さんもきっと昔は同じことを不思議に思ったんではないでしょうか。知ります。このます形は実は今のことを表す言葉ではありません。
これからちょっと先にすること、未来のアクションって意味なんです。だから、知りますというと、今はまだ知らないという意味になります。難しいですね。だから、I know を日本語にするとき、今より前、これは10秒前でも10年前でもいいですよ。昔知ったことが今まで続いている状態、自分の記憶、知識として持っている状態を表す必要があるんです。そのために手形プラスいます、知っていますと表現するってわけなんです。面白いですね。でね、まだ面白い回答があるんですよ。これなんですけど、わかります、わかりませんって回答です。はい、もう素晴らしい、その通りですね。ネイティブは I know をわかりますということがあります。じゃあなんで2つも意味があるんだって感じですが、ではまずわかるの本来の意味ってどんな意味でしたっけ？わかるはもともとこれは何？どういう意味？と思っていたことがなくなること、クリアになること、あ、なるほどって理解することです。なので、日本語の場合、問題がなくなった、OK 大丈夫と言いたいときは、わかりました、わかったというのが一般的です。じゃあ、わかるはいつ使うのかというと、例えば友達が言います。この映画見た？すっごく良かったよね。わかる。めちゃくちゃ泣いた。このように相手の意見に同意する、同じ気持ちだよという意味で使うんです。なるほど。これは確かに I know のニュアンスを持っていますよね。ではなんでわかりますはわかっていますじゃないのかって話です。変ですよね。わかります。これはね、今とこれからのアクションなんです。日本語には相槌という文化があるんですけど、聞いたことはありますか？これは今私はあなたの話を聞いていますよと言葉でリアクションすることです。わかりますはもちろん、へえ、そうなんですか。これも相槌です。話している人はこの相槌を聞いて、今相手が自分の話を分かっているかどうかとか、話を続けるかやめるかなどを考えたりします。このようにね、日本人の会話って話している人と聞いている人が一緒に作っていくんです。これがベースにあるから、あなたが言ったこと、今わかります。わかる。そしてこれから話していくトピックに同意しています。同じ気持ちだよって伝えている。そうやって話を盛り上げたり進めたりできる。そんなニュアンスもあるってことなんです。じゃあ、わかっていますってどんなニュアンスだと思いますか？
これは私はあなたが言う前から理解できている状態ですという意味で、よくもうそれ以上言わないでください。ちょっとうるさいですよって怒る気持ち、そういうニュアンスで使われることが多いです。例えば親子の会話とかでね、あんたもうすぐテストでしょ？わかってるの？わかってるなんてシーン見たことありませんか？怒った言い方、話し方だけじゃなくて、ちょっとしたニュアンスの違いがあるんだなってわかると、学校の先生や会社の上司にわかりますか？と聞かれたときに、わかっていますと言うと、これはちょっと、いや、かなり失礼な返事になってしまう場合があるってことなんです。どうか気をつけてくださいね。はいはい、知ってます知ってます。あれですよね。それ知ったかって言うんですよ。なんとなくそうかなって思っていても、ニュアンスの違いって教科書にはあまり書いていませんよね。感じ方、伝え方って正解があるわけではないから、言葉って本当に難しいなって思います。だからこそね、みんな言葉のニュアンスを知りたい、勉強したいって思うと思うんですけど、今日私が言いたかったのはね、基礎は大事っていうこと。それから文法も大事。で、仕上げにニュアンスを知ってほしいっていうこと。一気に全部を知ろうと焦らないでほしいっていうことです。ニュアンスの違いだけを知っていても言葉を間違えると伝わらないし、ニュアンスを知らないと言葉や文法を知っていても失礼になるし、そう、つまりは全部つながってるってことなんです。リスニングっていろいろな文法の応用だったり、言葉のニュアンスみたいなものをすごくよく知ることができるでしょ。だから私はこのコンテンツを作ってるんです。もちろんこれからも作っていきたいって思うし、皆さんにもたくさん聞いてもらいたいって思うんです。どうして日本語を勉強するのか、そのゴールがみんな違うように、勉強の仕方もね、勉強する人の数だけあるから、今月も焦らずにね、自分にとって一番いい方法で、自分にとって一番のペースで楽しく日本語を勉強していきましょう。これから新しい一日が始まる人、いってらっしゃい。スマホ、パソコンの電源を落として一日を終える人、おやすみなさい。ここまでのお相手は日本語 V ティーチャーわさびでした。バイバイ。